大自然の楽器ハート。はるか昔、魔法の世界にはハートと呼ばれる不思議な楽器が存在していました。この楽器は空、地、海、風、土、波など自然の音色を奏でることができるのです。ハートは暗い愛のハートの形をした楽器で、太古の大きな赤いルビーから作られています。その音色は人々や動物、妖精たちの心を癒し、勇気と力を増幅させることができます。しかし、悪魔が手に入れた場合、その悪の力を大幅に強め、この地球すら破壊することができると伝えられています。謎の秘められた力があると言われています。ハートの音色は次のようなものです。風の音。ハートが風の音を奏でるとき、耳にはそよそよとした心地よい風のささやきが聞こえ、その音は春の穏やかな風が頬を優しく撫でるような心地よさを感じさせます。風の音は木々の葉がささやき合う音や、遠くの山々を駆け抜ける風の音と混ざり合い、自然の交響曲を奏でます。その音色は心の奥深くにまで響き渡り、心を穏やかにし、リラックスさせる効果があります。波の音。ハートが海の音を奏でると、波が岸に打ち寄せる優しくも粘り強い音が聞こえます。この音色は癒しの効果があり、人々の心を浄化します。大地の振動。ハートが大地の振動を奏でると、地中からのマグマのエネルギーが感じられ、これは力強く勇気を与える音色です。鳥のさえずり。ハートが鳥のさえずりの音色を放つと、明るく幸せな音色が広がります。これは希望と幸福感をもたらします。木々のざわめき。ハートが森の木々のざわめきを奏でると、平和と調和を感じることができます。ハートの音色は人々の心を癒し、世界を調和させる力を持っているのです。ハートは秘めた強力な魔法力の強さゆえ、賢人ラオはハートを魔法の森に隠しました。その場所は不明で、秘められた伝説となっていました。ハートは美しさと秘められた力を持つため、悪魔たちの注目を浴びていました。彼らはこの楽器を何とか手に入れ、その力を利用して全世界を手に入れようとしたのです。ヤヨの冒険。ある日、若い女魔法使いのヤヨは、突然の落雷に身を打たれて夢の中に入り込みました。そして夢の中で祖父からこの楽器ハートの伝説を聞き、探し出し守りきる使命があることを告げられました。意識を取り戻した彼女は、この楽器を見つけ出し、世界を救う使命を果たすことを決意しました。ヤヨは未知の症状に苦しむ人々を助けるため、ハートとその音色を利用して苦しむ人々や動物たちを救うため探し求める旅に出ました。彼女は険しい山々を越え、深い森を進み、荒れ狂う海を渡りました。その旅路で彼女は多くの困難に直面しながらも、祖父の言葉を胸に刻み、決して諦めることなく前進しました。彼女は冷たい風が吹き荒れる山頂で、足元が不安定な岩場を慎重に進み、深い森の中では
暗闇の中で道を見失いそうになりながらも、自然の音色に耳を傾けて進みました。友情の出会い。ヤヨは一人で山々を登り、森の奥深くを探索しました。この孤独な旅路で、彼女は伝説のウベイとカリンという仲間に出会いました。ウベイはかつて魔法の森で迷子になった子供を助けた経験があり、その勇気と優しさでナオを支えました。カリンはヤヨが海を渡る際に嵐に巻き込まれた時、彼女を救った妖精で、彼女の知恵と機転でヤヨを助けました。彼らはヤヨの友情の支えとなり、ヤヨは初めての真の友情を経験し、彼らと共に戦うことを決意しました。ミラクルハートの村。ヤヨは祖父から夢の中で描いてもらった伝説の地図を手に、まず自然の中で自然の音色を感じることを試みました。山々を登り、海を渡り、森の奥深くへと進んでいきました。そうしているうちに、楽器ハートの隠し場所のヒントを守っているミラクルハートの村に着きました。ヤヨはそこで村人たちと出会いました。しかし彼らは悪魔たちによって支配されていました。彼らはヤヨを騙して伝説の地図を手に入れ、楽器ハートを先に探し出そうとしたのです。ヤヨは彼らと対峙し、彼女の勇気と知恵を駆使して悪魔の嘘を見破り、伝説の地図を守りました。悪魔たちは彼女を取り囲み、恐ろしい笑みを浮かべながら迫ってきましたが、ヤヨは一歩も引かず、冷静に祖父から習った魔法の呪文で悪魔たちを退けました。彼女の心臓は激しく鼓動していましたが、その目の奥には決意の光が宿っていました。聖なる泉への道。ミラクルハートの村で、ヤヨは伝説の楽器ハートが片田舎の動物病院の秘密の堅牢なドアの中に隠されているという情報を魔法のカエルから得ました。ただ誰もその鍵がどこにあるのか知りませんでした。ヤヨはハートを探し求める旅の中で、さまざまな感情と葛藤を経験しました。彼女は自分の使命に対する不安と葛藤に直面しながらも、祖父や仲間たちの期待に応えようと決意しました。動物病院の秘密。ヤヨはミラクルハートの村で得た情報をもとに、片田舎の動物病院へと向かいました。そこにはハートが隠されているという秘密の堅牢なドアがありました。しかし、そのドアを開けるための鍵は見つかりませんでした。封印された扉の前でヤヨは立ち往生してしまいました。どうしても扉が開かないのです。そこにウベイとカリンが助けに駆けつけました。ここの扉はウベイとカリンがそれぞれ持つ愛の心の鍵を合わせないと開かないのです。2人は力を合わせて扉を開き、楽器ハートをヤヨに渡しました。聖なる泉は妖精族の強い魔法陣で守られていました。悪魔たちも容易に手出しできない場所です。ヤヨたちは険しい山道を進み、深い森を抜け、ついに聖なる泉にたどり着きました。最後の戦い。聖なる泉に到着したヤヨたちを待ち受けていたのは悪魔たちの大軍でした。ヤヨはハートの力を使い、
悪魔たちに立ち向かいました。ウベイとカリンも彼女を支え、共に戦いました。ヤヨはハートの音色を奏で、自然の力を引き寄せました。風の音が悪魔たちを吹き飛ばし、波の音が彼らを浄化しました。大地の振動が勇気を与え、鳥のさえずりが希望をもたらしました。木々のざわめきが平和と調和を感じさせ、悪魔たちの力を弱めました。勝利と新たな決意。ヤヨたちは困難な戦いを制して悪魔たちを退け、ハートを守ることに成功しました。彼女は祖父の言葉を胸に刻み、ハートを守るために全力を尽くす覚悟を固めました。ウベイとカリンも彼女の仲間として共に戦い続けることを誓いました。ヤヨはハートの音色を通じて人々の心を癒し、世界の調和を取り戻すための旅を続けました。彼女の冒険はまだ終わりませんが、彼女の心には新たな希望と決意が宿っていました。